海上自衛隊が所有する最大の艦艇である護衛艦いずも。防衛省は2021年10月5日、アメリカ海兵隊の F-35B ステルス戦闘機が10月3日に海上自衛隊の護衛艦いずもで発着する試験を実施したと発表しました。出雲型護衛艦の軽空母化に向けた歴史的な大きな一歩を踏み出したことになります。防衛省の発表によると、実施海域は四国沖で、アメリカ海兵隊岩国航空基地に属する F-35B が参加した模様です。防衛省と海上自衛隊のツイッター投稿では、アメリカ海兵隊の F-35B が出雲から短距離離陸をし、出雲に垂直着陸する写真や映像が写っています。防衛省は発表文で、アメリカ海兵隊の支援を得て、F-35B の発着に関する検証を実施し、発着が可能であることが確認できました。海上自衛隊の艦艇に F-35B が発着するのは、今回が初めてとなりますと述べました。さらに、防衛省の発表文は、アメリカの支援を受けた検証作業の実施は、日米同盟の深化、及び日米の緊密な協力を示すものですと述べ、発着の試験が日米同盟強化の賜物であることを強調。アメリカ海兵隊の F-35B が出雲へ発着できることが確認されたことは、日米の相互運用性の向上に資するものであり、日米同盟の抑止力、対処力の強化につながるものですと述べました。海上自衛隊史上最大の艦艇である、出雲と加賀の軽空母化は、中国の太平洋進出を念頭に、抑止力を強化する狙いがあります。軽空母化改修は、5年に一度実施される、大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回にわたって行われる予定でした。出雲の1回目の改修は、2019年度末から、横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で実施され、今年6月末に終了しています。具体的には、特殊な塗装などによる飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などが行われました。防衛省は、8月31日に閣議決定された2022年度の概算予算で、出雲型護衛艦改修費用として67億円を要求しました。このうち12億円をアメリカ軍からの技術支援経費として要求しています。出雲型護衛艦で F-35B のオペレーションを実現するためには、アメリカ軍の協力はやはり欠かせません。岸防衛大臣は、2021年7月30日の記者会見で、今年度中にアメリカ軍の協力を得て、出雲で F-35B の発着試験を行うことを明らかにしていました。岸防衛大臣は、今年度は1回目の改修の後の出雲において F-35B が支障なく発着艦可能であるかといった点について、確認することを想定した検証、試験を実施予定であると発表しました。さらに、出雲型護衛艦での F-35B の運用に向けては、運用経験を有するアメリカ軍の協力を得て、改修後に検証試験を実施し、改修や運用に関する知見を得る必要があると述べました。防衛省は、2022年度の概算予算で、出雲と加賀に搭載する F-35B の4機の取得費として521億円を要求しました。今年度予算では2機の取得費として259億円を計上しています。一方、2020年度予算で793億円を計上し取得する6機の F-35B は2024年度に調達されて同年度末までに配備される予定。
航空自衛隊は計42機の F-35B を導入する計画です。防衛省は F-35B の国内配備先としては宮崎県新富町にある航空自衛隊新田原基地が最適と判断しています。なお、アメリカ軍では通常の滑走路で離着陸する F-35A が空軍仕様短距離滑走での離陸と垂直着陸が可能な F-35B が海兵隊仕様艦載機として使う F-35C が海軍仕様となっています。この話題について外国人から大賛成という反応が多数寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。ものすごくポジティブなニュースだね。海上自衛隊の皆さん、おめでとう。素晴らしいって表現じゃ足りないよ。歴史的な背景を考えると本当にいい光景。日本が西側陣営で嬉しい。彼らは知的で素晴らしい規律を備えてるから。昔は不倶戴天の過渡期同士だったのに面白いよね。今では平和のために手を携えてるんだから。イギリスとフランスだってそうだ。今でも良きとは言えないライバル関係だけど、それでも彼らは同盟国として手を結んでる。日米も同じことなんだろう。アメリカ、日本、イギリス、この3カ国が盟友として手を組む姿は最高だ。前に日本の航空自衛隊のパイロットがこっちのパイロットと訓練をしてる様子を見たけど、彼らの連動はかなり素晴らしかったよ。日本のように敵にしたらこっちも痛手を食らう相手は味方に引き入れるのが一番なのさ。絶対に日本を舐めてはいけない。彼らは太平洋地域の静かなる巨人だ。日本が同盟国で本当に良かったよな。いつだってあらゆる面で日本を支持するさ。日本とアメリカの友情は見ていて気持ちがいい。俺たちは日本から3隻あの護衛艦を買うべき。もちろんいい買い物になる。でもこの国に運用できるクルーはいる。日本人の先見性は世界最高クラスだと思う。今ではいつものような空母が2隻もあるからね。率直に言って日本が僕たちの味方でよかった。ありがとう日本とアメリカ。あなたたちは僕らの本当の友人でいてくれる。この地域の安定のための道筋を日本が先導してるね。俺の国も日本に続いてほしい。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。国土の安全を守る自衛隊を応援したいと思う人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。